今日はアイリスを描いてみたいと思います。非常にね爽やかな青色、少し紫がかっていますけど綺麗ですね。あまりね写実的に描くというよりは、色を美しく出すっていうことを主眼に描いてみようと思います。今日の紙です。ホワイトワトソンをだいたい 4P サイズですね。 4F サイズよりも少し横幅が狭いっていう感じのサイズに切っています。絵の具はホルベインです。オペラ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、ウルトラマリンディープ、バントアンバー、以上6色で描いてみたいと思います。色もねかなり絞っていますので、この中でね綺麗に発色させていこうと思います。ちょっと色見本を作ってみますね。基本となる青紫ですね。少し紫がかったこの色です。セルリアンブルーですね。少しオペラを入れるとちょっと紫にこう傾いてくるわけですね。でだんだん赤紫にいって、最終的に赤っぽい色になっていくということです。でこれは明るい部分ですよね。で暗い部分はウルトラマリンディープです。こういう感じですね。これに少しずつオペラを足していくっていうことになります。そしてここの黄色ですね。ガンボージノーバーに近い暖かい黄色なんですが、絵の上ではね、レモンイエローでいいんではないかなと思いますね。でこのレモンイエローに近い葉っぱの色としてレモンイエローとサップグリーンを混ぜたこんな明るい葉の色、さらにこれにセルリアンを入れて青っぽくしていく、ウルトラマリンディープを入れてもっと青くして、さらにバンタンバを入れて暗い緑にしていくっていうことでね、一番キュッと締めたいところは暗い緑にしてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、それでは下絵を描いてみます。でアイリス、アヤメとかね菖蒲とか全てそうなんですけど、大きな花びらが3枚と細長い花びらが3枚で構成されているわけです。この大きい花びらのここの部分ですよね。これが蓋のような感じになっているわけですね。でこの中におしべめしべが入っていますよっていうことで、ここの蓋が大きいかちっちゃいかで、かなり雰囲気が変わってくるわけですけど、このアイリスの場合は蓋もあんまり大きくないので、すっきりした形っていうことになっていますね。今日はね右上からの光にしておきます。そうすると絵の中心はこの辺りになりますので、ここに中心の花を一つ置きます。ここに一輪ですね。ここに一輪、ここに一輪、そして上に一輪っていうことでね、これちょっと大きすぎますよね。いくらなんでもちょっとちっちゃめにしますよ。こういう感じでね、構成していってみようかなと思います。で中心のこの花なんですが、ちょっと描いてみますね。下からずっと茎が出てきて、ここを中心にして大きな花びらが3枚ですね。ちっちゃい花びらがその間に3枚っていうことで出てきます。向きによって見える見えないがあるわけですね。真正面から見ると全部がねこういうふうに見えるわけですけど、これがちょっと上向きになったり横向きになったりすると、見える見えないがこうできてくるわけですね。丁寧にね下書きをしてみますね。はい、下書きをねやってみました。これとこれはねかなりかぶさっていますので、後ろはざっくり描くっていう前提でね下書きもちょっとざっくりやってみました。
下塗りに入っていきますね。光がね右上からっていうことですので、こういうところは白く残しておきたいわけです。そこを残しておきながら他の部分にずっと色をつけていくっていうことをやってみますね。例えばここですね。ここもちょっと残したいかなと思いますね。でこれはセロリアン一色ですね。でその周りをしっかり水筆でぼかします。こちらの方にもねちょっと入れておきますよ。この辺りもね。はい、水筆でしっかりぼかします。でこれにオペラをちょっと入れますね。でこの続き、ちょっと下目ですね。セロリアンのみのところも当然欲しいので全部潰さないように塗っていきます。ちょんちょんと入れたところもね少しぼかしておきます。こちらの方もねちょっと綺麗な色が欲しいので、かなりね多めにちょっと入れておきますね。そして今度はウルトラマリンディープです。一色をちょっと塗ってみます。暗い感じがしますよね。これにオペラを入れて少し赤紫にしてみますね。これもねしっかりぼかします。下塗りですのでね少々はみ出ようと気にしないっていうことですね。じゃあちょっとねティッシュでポンポンと取っていきます。ここで綺麗な感じと思えないと、それはちょっとまずいよねっていうことになるわけですね。で、この辺りですね少し暗くしておきたいのでサップグリーンウルトラマリンディープバンタンバっていうことでかなり暗い緑を作っておいてちょっとだけ入れておきます。かなり青っぽい方がいいかなと思いますね。この絵の中で一番暗いとこですよっていうことを言いたいわけですね。こういうところですねちょっと綺麗にねグラデーションしてなくって殺筆になったりすると非常にまずいのでしっかりぼかしてなおかつちゃんと始末をしておきます。かすかなかすれがいつまでも影響したりしますので、あんまりねかすれた線がこういうところに残らないようにしておきますね。はい、じゃあこれで一旦乾かします。下塗りが乾きましたので少しね細部に入っていこうと思います。この黄色いところですよね。大きな花びらのこの付け根です。でその黄色をちょっと入れてみますね。例えばこの花びらですね。ここに黄色があるわけです。その続きにセルリアンブルーとオペラを混ぜたこの色ですね。垂らし込みますね。水筆でぼかします。こんな感じですね。で少しねにじみすぎてますのでちょっとだけね押さえておきます。で細かい作業にいきなり入ってしまったんですけど、もう少しね大きくねグラデーション作っていこうと思います。要するに中心部に色を置いて、先端に向かって伸ばすっていう作業になります。
これの繰り返しですね。右上からの光っていうことなので、左側は、ウルトラマリンディープも使いながらっていうことですよね。それからここですね、主人公のお花の向こう側のお花に関してはちょっと暗くしたいので、ウルトラマリンディープを使って手前の主役をくっきりとね浮かび上がらせたいわけです。例えばこういう空間の部分ですね、もうちょっと暗くしておこうと思います。明るい暗いの差ですよね。徐々にね色を置いていって空間を埋めていくっていう作業になります。たまりなんかはその都度ちょっと始末をしていった方がいらないにじみ跡ができなくていいかなと思いますね。それから黄色をここの中だけに今入れてますけど、ちょっとねこちらの空間ですねにも入れときたいので、サップグリーン続きのね明るいサップグリーンもちょっと入れておきます。もうちょっとここねセロリアンブルーとウルトラマリンディープ垂らし込んでおきますね。ここがちょっとね明るすぎますので、ウルトラマリンディープとセロリアンブルー入れておきます。はい、これでねだいたいもう色が全部に入りましたね。白く抜いておきたいところ以外には、だいたい色が入ったかなっていう気がします。ここちょっとね明るい緑を入れておきますね、ここね。はい、これでちょっと取って乾かしておきます。でこういう不規則なにじみはちゃんと残しておきますね。水彩のこれが良さですので、これを取ってしまうと、水彩らしくないっていうことになってしまいます。じゃあちょっと乾かします。はい、乾きましたのでね、もうちょっと細かい作業に入っていこうと思います。だいたい色はついたんですけど、形がねまだ、あんまり出ていないわけですね。例えばここの部分ですね、形がはっきりしないわけです。線描で少し形をはっきりさせてみますね。少し暗めの赤紫を作ります。鉛筆の線があるんですけど、あまり鉛筆の線をね忠実にたどらない方がいいかなと思います。この花びらとこの花びらの関係でいうと、こっちの花びらが上になるわけですね。でこっちが下になるわけです。で下になった方の花びらに影をつけていかないといけないっていうことになりますよね。青紫をつけて、ここからちょっとだけ引っ張りますね。こちらの上になった方の花びら、少し細かい作業をしていきます。これが蓋の部分ですね。少し暗めの線、
狭いんですけど、ちょっとだけここのね影を投影させますね。すごくね細かいんですけど、ちゃんとこれに葉脈が入っています。同じような赤紫で、これが中央のラインですね。無数の葉脈が走るわけです。だからそれを全部描く必要はもちろんないんですが、ある程度のね密度で描いていきます。はい、こんな感じですね。光が当たってますよっていうことで一部抜きます。せっかく描いたのにと思わずにちょっと抜いてください。それから下の中央ラインですね、ちょっと強調したいと思われた場合には中央ラインを残して両側にぼかしを入れると、真ん中が白く残ります。こちらも中央ラインを残してちょっとだけ色を足しますね。細かい作業を一気にやってしまわないです。なるべくね気持ちを落ち着けて丁寧にやっていただくと綺麗かなと思いますね。茎と葉っぱをざっくりやってみます。この緑でここをこのように、狙って描きます。でその時に細めに描くようにしてください。少しカーブさせてください。でこれが乾かないうちにバンタンバーとウルトラマリンディープで左側に暗い色を差し込んでおきます。あるいは乾かないうちに一部分を抜いておきます。ムラ感を出すわけですね。ここからこのように出てここに出る。これも左側に暗い色を差し込んでおきます。こちらのね軸を設定しますよ。このように来るわけです。そうすると葉っぱっていうのはここを通ってこちらに来ましたっていうことになると思いますね。今度はこれですね。そして、これですね。こうやってポツポツ葉っぱの暗い色で、輪郭線をはっきりさせていくっていうことが可能になります。はい、一応ね葉っぱこのくらいにしておきます。おいおいに足していくことはできますので、じゃあねちょっと細かい作業ねもうちょっとやってみますね。こういう作業なんですけどやりすぎないっていうことが大切かなと思います。はい、ここまでねかなり色をつけてみました。こことここが左右対称感が出ているなっていうのがね気になりますので、この後ろにあるアイリスを少し下へ下げようと思います。少しこちらへ傾けます。ちょっとのことでだいぶこれが違ってくるような気がしますね。もう少しねここを沈めていっときますね。
セルリアンを足してここを埋めます。はい。でここで修正しましたのでここまでにしときますね。この辺りですよね。青っぽい色で描いていきます。外から明るい緑で埋めておきますね。はい。そしてここですね、詰めておきます。からここですね。ここがちょっと明るすぎますので暗くしときますよ。ウルトラマリンディープとバンタンバーです。もうちょっと大きな筆でやってみますね。こういうところですね。青色が全体的にまだ少ないっていうこともあって少しね青色を足していきます。セルリアンブルーですね。足らずを線描しておきます。ちょっと暗めのね赤紫を作りますね。例えばこのラインですよね。でちょっとライン取りをしておきます。ここですね。これ空間ですのでねまずいですね。このままにしとくとここはちょっと埋めておきます。ここもねしっかり詰めておきます。全部がくっきりはっきりしないといけないっていうことではないのであんまりはっきりするっていうことに気を使いすぎない方がいいかなと思いますね。でちょっとここがね少し煩わしい感じがします。ウルトラマリンディープとセルリアンを混ぜたぐらいの色でちょっとここねいくらか潰しておきますね。はい、じゃあこれで一応ね完成っていうことで乾かしてもう一回検討してみますね。はい、だいぶね完成に近づいてきました。でよくよく眺めてみると、この辺ねすごく曖昧だったり、ここなんかつまんないですよね。後ろのね暗い花びらでここをちゃんと出します。この葉っぱがここまで来ないとおかしいですね。でここもこうですね。はい、じゃあここの線描もしてみますよ。赤紫を作ります。ここが先端です。なるべく細くね力を抜いて描いていってみますね。暗い緑を作ってここをちょっと足しておきますね。こういうふうにね茎というか葉っぱですよね。葉っぱがここに実はありましたということでつなげておきます。
ちょっとここが広いのでもう一枚ねうっすら葉っぱを足しておきます。ここがね均等に空いてるんですね。これちょっとまずいので、ここへもう一枚足します。これがここでね十字になるとちょっとまずい。もう一本足して十字解消しておきますね、うっすらとね。はい、じゃあこれで一応ね完成にしたいと思います。サインを入れておきますね。ここの形がねちょっと曖昧すぎたので線描を入れてもうちょっとね分かりやすく、形が出るようにしました。ここをね突き抜けてなかったんですが一応ここを突き抜けさせました。からここはここで止めました。からここもはっきりしすぎていたので少しねぼんやりさしておきました。これで、完成にしたいと思います。